でバンドリサードシーズン第5話終了しました。ありがとうございます。というわけで今日も豪華ゲストのお二人と一緒のコメンタリーでした。2度目になってしまうんですが、ここから見てる人もいるかもしれないので、改めて自己紹介お願いしていいですか？バンドリーポッピンパーティーギターボーカル田山かすみ役のあいみです。お願いします。お願いします。はい、同じく、リードギーター花園田役の大塚さえです。よろしくお願いします。今日も本当にありがとうございました。ありがとうございま本日もですね、アフタートークの時間ご用意しておりますので、お話伺っていってもよろしいですか？す。はい、もちろん、ありがとうございます。それでは早速いきますね。はい、今回の MV、ポピパのね MV が出たんですけど、特に好きなポイントとかありますか？いやーもうね、そりゃもうあれですよ。段ボールですね。大活躍でしたもんね、段ボールね。大活躍でしたね。いやだって段ボール普通に使おうってなってあのまま使わなくないですか？確かに。あれはそうなんかだって画用紙とか貼ったりさ、いろいろあるわけじゃないですか。確かにそうですよね。方法がそうなんかアリサのみぞ知ることなんでしょうけれども、あれは何を意図なんだろう。いや考察の違いがあるよ。考察の違いがある。確かにそうそう、多分なんだろう、こう箱っていう枠から飛び出すなるほど。そうなんかほら学校っていう箱、学校っていう箱から放課後飛び出す次の休みそうそうそう、教室とかそういう囚われた空間を抜け出す学生の様を表してんじゃない？なるほど。一人一人教室にいるんや。じゃああれ全部教室だった学年。なるほど、こう囚われたじゃあっていういい組は私が担当するみたいな。そんな感じで、そんな感じで。でもめちゃめちゃ可愛かったですよね、箱から。本当可愛い。本当可愛いですね。最高に可愛かった。ぜひでも地味になんかやっぱ文字とか出てたじゃないですか。文字フォントとか決めたり、なんかこうやって動かしたりするのってすごいハードなことだと思うんですよ。めっちゃ大変だと思う。勝手にリミリンフォントだと思って見てました。なんかリミリンが手書きでなんか書いたのかなって。確かに。それもあるかも。でもそれだとしてもすごい労力だよね。すっごい大変ですよ。いや本当に。なんかイラストとかもあったりね、可愛かったね。可愛い、やっぱりね思うんですよ。あの箱の感じからしてですよ。しかもしれっと流してたけど、そういえば新曲は空を道とし道は空となんとかみたいな、そうですよね。言ってたじゃないですか。いや、真の天然は市ヶ谷ありさせあるんじゃないかと思ってるんですけど、確かにサードシーズンのアリサなかなか天然じゃない？確かにな。あがめようみたいなの言ってた。あれも多分ギャグじゃなくてマジなんだよね。そう、マジなの。そう、私も思ってて、あれマジじゃんって思って。多分かすみとかおたえがやるんだったらギャグなんだよ。そう、わかる。わかる。母ってやったのはギャグ。そう、母ってやった側はギャグなんだけど、多分あがめたてまつれはマジだと思うんだよね。確かにそう言われると真の天然説あるね。そうでしょ。ちくわが確かにそうですね。天然だと思うんだ。そうかも。そうなの。やっぱ可愛い。一気にきっとどんどん関係値変わっていくじゃないですか。そうだね。でかすみちゃんとかもね、なんか天真爛漫でわーって感じだったけど、3期ってなんかやっぱり変化ありました？気づいちゃいましたね。いや、やっぱりね、こうまあアニメもあるしゲームもあるしで、そこでまあいろいろかすみはいろんなものを経験してきてるんですよ。でまあ一期でも挫折を味わったりとかして、こうなんかもうちょっとつ盲信なだけじゃないというか、こうキラキラドキドキは失わず、かつこう愛情たっぷりに人をまず思いやるっていうのをすごい気をつけてね、3期はやらせていただきましたよ。そうなんです。もう超ね愛って感じ、3期は。ビッグラブ。でもそれをなんか確かにこうひしひしと伝わってきますね。毎話毎話やっぱりよかった。女神様みたいって思いながら見てます。でも1期と聞き比べると多分優しさが結構増してるかなって思います。確かにね。周りがすごい見れてますもんね。ちなみに3期たえちゃんもこう結構最初はすごく天然だったけど、こうロッカちゃんをこう支えてあげたりとか、こうなんか変化があったかなと思うんですけど、こう演じる上で気にされたこととかってありますか？
そうですね。でもタイに関しては逆に考えることが減った気がしますね。そうですね。なんか今まではやっぱりその行動とかが理由が説明されないので、基本的に自分で落とし込まないといけないことがすごく多かったんですよね。なんでこの子はこういう行動に出たんだろうってことを一個一個こう落とし込まなきゃいけない、自分で処理することが結構たくさんあったんですけど、3期とかそういう意味ですごく人間らしくなったのかなっていうふうに思いますね。ロッカに対するそういう一種の姉心みたいなのもそうだし、レイヤーに対しての接し方とかもすごくこう人間味があるなと思うので、でもだからそういう感情の変化みたいなのをすごい大事にさせていただきましたね。私たちキズナアイのファンの方をキズナーさんって呼んでるんですけど、キズナーさん、キズナーさんのみんなにこれは聴いてほしいって曲とかありますか？いやもうそしたらもう一押しの曲がありますよ。せーの、キズナミュージック。やったね。ミキのオープニングでしたもんね。いやもうこれしかない。そう、キズナミュージックは私たちにとってもね、大事な2期のオープニング曲で、もうストーリーともがっつりねリンクしてる曲なんで、もう歌ってると泣きそうになっちゃうんだよね。いやすごいわかる。2番の歌詞がもうまさにこうおたえのことをサビのとことか歌ってたりするんですけど、もうそこでちょっとライブ中に目合わせるとね、うるってね。そうだね。それこそ去年の武道館の映像とか見ると結構みんな泣きそうになったりして、なんか演奏はねちょっと本当その一瞬一瞬のあれがありますし、曲もそれはもちろんいいんですけど、タイトルがねキズナミュージックですから、もうなんと言ってもですよ、もうキズナの皆さんにはぜひ聴いてほしいです。聞いてもらいたい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとここまで質問をさせていただいたんですけれども、逆に私たちバーチャルの存在と共演はサイさんは初めて、タイさん初めてっておっしゃってて、なんか逆に聞いてみたいみたいなことってありますか？なんだろう、あるよね。でもやっぱり私たち普段バンドとして活動させてもらってるんで、もしお二人がバンドを組もうってなったら何の楽器やりたいですかねとか気になる。ボーカルでもいいしね。いろいろポジションがあるよね。そうですよね。じゃあアイピーどうですか？どう？ベースはすごい憧れがあるんですよ。そうなんだ。なんかちっちゃい女の子が大きいベースをこうぐんぐん弾き回してるとめちゃくちゃかっこいいってなるじゃないですか。まさにリミリンだ。そうですよね。そう、いやでもバンドに見てると全部かっこいいんですよね。ラブちゃん。いや私ちょっと常々言ってるんですけど、マルチタスクが苦手で、ドラムをやられる方とかって右手と全部違う動きをしたりとか、キーボードもなんか3つとか並べてこう引き分けたりされてるじゃないですか。私はもう到底できないなって思ってて、だから楽器って全て難しいと思うので、ちょっとどうだろう。でもお二人ギターっていうことなんですけど、どうですかギターってなんかコツというか、慣れだよね。慣れですか？ベースあるのみ。でもそしたら楽器が難しいなって思うんだったら、それこそボーカルとか、せっかくなんでね、キズナミュージックとかも歌ってほしいけどね。歌わせていただいて大事な曲を。いやもう本当に。それはちょっとね、一人で歌うの大変かもしれないんですけど、確かに5人でね、いっぱいいたら歌えるかもしれない。偉い人にねお願いしてみますかね。じゃあありがとうございます。ギター練習してる時ってやっぱり指硬くなるんですか？どう？でもサイチはすごいね、手をね酷使してる。いやそんなことないけど、でも向けなくなりました。強くなっていくんですね。ここ 1,2 年ぐらいで、なんか前まではそんななんか、いやでも本番前はもうボロボロだしって思ってたけど、向け方が変わったかもしれない。向けるけど基本硬い。なんかだから最近なんかすごいなんだろう、熱いお茶とか持つのがめっちゃ得意で。すごい。なんかそう大体一緒にいる人が熱い持てないっていうやつをかっこいい。もう強くなった。だから手の皮熱くなりました。
私はね、まあ人よりはちょっとこことか特にパワーコードよく押さえるからここはまあちょっとあるけどでもね可愛らしい感じ。あんまりやっぱでもここがやっぱ一番硬くなりません？あ F とか押さえるバレーコードとかそうのところなんですけど、でもやっぱ難しいことはねサイチに任せちゃってるからサイチがいっぱいこうリードギターですもんね。硬くなったかな。でもめっちゃごつくなったかもって。大きくなった気がする。大きくなるの？それ遺伝じゃないの？遺伝かな？遺伝かもしれない。指が細くて綺麗ですよね。いやそんな実はちょっとごついんですけど。今回もたくさんありがとうございました。ありがとうございました。あゆみさんと大塚さえさんにお越しいただきました。ありがとうございます。最後に告知お願いしてもよろしいでしょうか。はい、2月19日にですねバンドリセブンスライブブルーレイが発売になりました。はい、コンプリートボックスには Day1 ロゼリアヒッツェ、Day2 レイザースイレンジェネシス、Day3 ポッピンパーティージャンピンミュージックを収録しておりまして、全52ページのフォトブックレットもついてきます。すごいね。はい、そしてはい、そしてバンドリーエイスライブ夏の野外 3days の最速先行抽選申し込み券も封入されます。そうなんです。こちらはですね富士急ハイランドコギファーフォレストにて開催で、Day1 ロゼリア、Day2 レイザースイレン、Day3 がポッピンパーティー、そして前島亜美さん with レイザースイレン&モアということでめっちゃ盛りだくさんです。めっちゃ盛りだくさんです。はい、8月21から23まで3日間やるっていうことなので、夏もライブがあるので、目白押しですよ。はいというわけでぜひ来てください。というわけでね、あゆみさんと大塚さえさんになんと2回もね遊びに来ていただいて、楽しかった。もう本当ね大変光栄でもうすごい胸いっぱいって感じなんですけれども、嬉しい。ね、なんとね今後ももしかしたらっていう、ゲストさん来てくださるかもしれないということで、はい、もう本当にねもうすごいよくしてもらって本当にもうありがたい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。というわけで次回は第6話となるんですけれども、i チャンネルでは3月5日23時30分から配信させていただきます。どうぞお楽しみに。それではキズナアイとバンドリ富山かすみ役あいみと花園大役大塚さえでした。バイバーイ。